だいたい日本製の半額ぐらいということで使ってみてくださいということで、なんともっと安くて12,800円でした。めちゃくちゃ安いです。日本のやつここまで出ないと思うんですよ。電気を感知するのがついてるらしくて、本体が当てておいて、でもう一個でこうやってこれですね。使い方ができるんで。はい、お疲れ様です。今日は皆さんが大好きな絶縁抵抗系です。これ見たことありますかね。アスローという会社が出している絶縁抵抗系になるんですけど、アスローの Z60 という絶縁抵抗系です。テストリードっていうんですかね。と、ワニ口にするクリップと、赤にも黒にもついてますね。あとはまあさっき外したんですけど、こういう短絡防止っていうんですかね。がついてます。今回ね、これがね、値段が16,000円ぐらい。で、この前僕がやった絶縁抵抗系、これがまあ6万円。で、皆さんが持ってるデジタルメガはだいたい3万ぐらいやね。だいたい日本製の半額ぐらいということで、使ってみてくださいということで提供してもらったんですけど、絶縁抵抗系の詳しい使い方などは前の動画でやってるので、そちら見てもらって、今日は日本製の強率と同じように測定ができるのかやってみたいと思います。ということで、計測器といえばあややんということで、あややんに試してもらいましょう。はい。そしたらあややんに使ってもらうんですけど、強率の時もあったんですけど、電圧も測れるってことなんで、目が測ってみましょうか。測れるやつありますよね。はい。電圧数を測るときはこう4つ差し込めるようになってるんですけど、こことここですね。これね、4つあるんで、うん間違わないようにしないとですね。こっちが黒か。で、こっちに赤。はい。こういう感じですね。まあ大体電圧測定するとき、さっき絶縁成功を測るとき、電圧見たりとかすることあると思うんで、まずこの機能ついてるのはありがたいですね。はい。電源が長押しかな。はい、こういう感じで。で、今、電圧のとこに挿してるかと思うんですけど、電圧が出る表示になってますよね、はい最初から。あ、ちなみに、これ、DC 切り替えは、これできるんです。なるほど。このボタンを押したら、直流も測れる。一応直流も測れます。ああ、そういうことですね。じゃあ行きましょうか。100。100。ということで、電圧が来てるということですね。100ボルトが流れてると分かりました。はい。絶縁抵抗を測るんで、赤色をラインっていう方。はい。で、黒をアースっていう方はい。に差し替えます。大体日本の絶縁抵抗系ってこの黒色側、アース側がワニ口になってると思うんそうで、ですね。なんでこれ付属のはい。ワニ口クリップつけたいと思います。これでまあ一緒ですよね。いつも使ってるのと。これですよね。そうですね。一応それが200ボルトになるんで、はい。じゃあこの回路でいきましょう。はい。まず切って。これがね、最小レンジが250からなんで。そうなんですね。なんと一応200ボルトの回路でいきます。今これ250なんで、250ボルトの電圧が引火される状態ですね。で、テストボタンになるんで、伏せ当てて、はい。これで電圧がいくんですけど。あ、出たな。来た。これがだんだん上がっていくんですね。そうですね。徐々に上がりますね。この辺は一緒ですね、動きは。182メガ。うん。まあこれちょっと測定が鳴るとき、このダイヤル右に回したらロックかかるんで、親指を離せますけどね。ああ、今200超えたのかな。ギガ。2005年。そうですね。桁変わりましたね。メガからギガに。はい。多分日本のやつここまで出ないと思うんですよ。200メガで切られると思うんで、まあちょっと多分抵抗系の仕様にはよると思うんですけど。そろそろ落ち着いてきましたね。そうですね。多分ここぐらいでしょうね。あ、止まりましたね。ちゅう感じですね。じゃあ、いつも使ってるはい。日本のやつと比べてみましょう。はい。見慣れた強率のやつで。同じようにアースつまんで、後ろ刺して、250ボルトにレンジにして、測定。無限大みたいなことですね、これ200メガオーバー。そうですね。200メガでこれ表示止まったんで、インフィニティですね。
ってことで、あややに使ってもらったんですけど、これ 200V1 個測定しただけなんで、他の 1000V とかどうなるかっていうのは、ちょっとメーカーのホームページとかで詳しい検証結果など出てますので、気になった方はそちらを見てもらったらいいかなと思います。僕ら使ってみた感じはいつも使うのとね、そんな変わらへんかったかなって感じなんで、そうですね。初めて買う時とかね、予備とかいいのかなと僕ら思いました。で、僕から補足で、これは多分他の日本製でもついてるんですけど、こうバックライトということで、例えばね、ちょっと電気消してみますわ。停電中とかやったらね、これぐらい暗いんでね、これで数値がこうやって見えます。見えてますかね？見えますね。カメラ上でも見えるということで、嬉しいというか、あってほしい機能かなと。あとは、こういうのが付属でついてますんで、こうやね。そうですね。見ながら。こう見ながらこう測定できると。で、単三電池が8本。四角いモデルのやつはだいたい単三8本ですね。2本と一緒ですね。そうですね。で、これね、別売りになると思うんですけど、これって日本製ついてます？アダプターのは普通ないですよね。そうですよね。だからこのね、カバンと一緒にアダプターも一応入れておけば、急な電池切れとかたまにねあると思うんですけど、そういうのにも対応できるかなと。僕冒頭で16,000円や言ってたと思うんですけど、なんともっと安くて12,800円でした。めちゃくちゃ安いです。アスローのページで、詳しい内容とかこう書いてますんで、もっと詳しく見たい人はこういうのを見てくれたらいいと思います。リンクは概要欄に貼っておきますので、見てもらえたらなと思います。で、オートパワーオフってことで、電源入れっぱなしでも15分経てば消えるよということです。ということで、絶縁抵抗計でした。今回にアスローさんから絶縁抵抗計とクランプメーターとデジタルマルチメーターを渡してもらっていまして、次クランプメーター編行くんでぜひ見てください。クランプメーターはなんやかんや僕のチャンネルでは初めてですね。そうですね。触ったことないですね、今までね。じゃあクランプメーターの使い方が分かんない人とか、どんなものかって気になる人はぜひ見てください。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。前回に引き続き計測器シリーズということで、この前はね絶縁抵抗計やったんですけど、ちょっと絶縁抵抗計にも興味ある人はそちらを見てください。で、今回はこちらクランプメーター。皆さんご存知だと思うんですけど、アスローという会社のクランプメーターで値段が6,800円。で、今日はあややんに強率を持ってきてもらって、僕が持ってる日置、ちょっとこれ値段忘れたんですけど、何本ぐらい1万後半してたと思うんですよ。日本製の半額以下ぐらいかなって感じですね。多分これもそれぐらいしたかな。1万ちょいしてたかな。これはテストリードとかがついてて、これにも実はついてるんですけど、あややんのはもう電流のみやね。そうですね。電流しか測れないです。で、これはこういう風にこれがついてるんで、電圧も測れるし電流も測れるよということです。で、これが温度かな。温度も測れます。ってことで今回は僕のチャンネルではクランプメーターを取り扱うのが初めてなんで、クランプメーターの使い方編っていうのをあややにやってもらって、僕の方ではこちらにいろんな機能があるんでそれを何個か紹介しようと思います。はい。
でこれ僕がやっぱ便利やなと思ったのは電圧を測れることです。あややんの強立のやったら電圧が測れないんでテスターを持ってれば解決する話なんですけど、ない時にこれ赤黒とさせてもらって、今 DC となってるんですけど、ここででもこれオートやから勝手に切り替わるんかな。多分ね、そのレンジがオートだからその電圧でその、小数点の点の位置が変わるだけだと思うんですよね。ならいつも通りコンセントにさせてみましょうか。101ボルトということで、電圧も測れます。でさらにいいなと思ったのが、電気屋さんがよく使う導通チェック、これとこれが、要するに電線の行き先を調べるときとかね、皆さんよくされると思うんですけど、それもできるよと。でさらにすごいのがね、合線を調べれるということで、赤色だけにして NCV モードにして、この辺合線やと思うんで、白は大丈夫なんか。なるほどね。電圧が乗ってるところは反応してなるんですね。はい、だから合線なのか調べるとき、電圧で測ることがね多いとは思うんですけど、そうですね。でもっとすごいのが、この同じ NCV、 さっきのライブモードってやつやったんですけど、なるかな、この、僕らでいう検電器扱い、ここに検電を探知する、電気を探知するのがついてるらしくて、検電器みたいにこうやって音が鳴ると、被覆の上から非接触できるんですね。こういう線とかね。だからこういう端子とかがない途中の線とかでね、こういうの使えるのかなと思います。面白い機能がついてまして、こちら、一目瞭然動って書いてるんで、要するに温度がね測れます。これが今25度ということで、こういう専用の温度を測るリード線みたいなのがついてるんで、こうやって刺して、ちょっと手でこすってみます。ちょっと温度が上がりました。これヒートガンでちょっと炙ってみましょう。何度までいくやろね。ヒートガンって結構熱いんですね。そうですね。ものによっては600度出てるやつもあるらしいですけどね。300度ぐらい。すげえ。500度までいけるってことで、やり続けたらね、多分500度いったんでしょうね。300度でも全然測れるんですね、こいつね。なので僕ら電気で使うことはなかなかないと思うんですけど、空調工事とかですかね。そうですね。空調屋さんとかあんな温度気にしはるような人らがね、あってもいい機能かもしれないですね。ということでちょっと職種によったら役に立つのかなと思いました。そうしたら僕からの説明はこのような感じで、皆さんお待ちかねのクランプメーター、ちょっと現場で使わないといけないっていう時にあやん先生から使い方を伝授してもらいましょう。行ってみましょう。そしたらクランプメーターの使い方講座いきます。クランプメーターって電流値を測るためのものなんですけど、アンペア測るにどうするんかっていったら、これクワガタみたいに開くんですけど、ここの中に線を入れるんですよ。一線片層だけ入れて測るパターンと両方入れて測るパターンあるみたいなんですけど、基本は片層だけ入れて測りますよね。例えば白黒やったら黒だけとか。で今回はちょっと、いっぱいちょっとブレーカーあるんですけど、もう分かりやすく間線ね、大元の線で測りたいと思います。今100アンのブレーカーついてるんで、一応大きい方のレンジから使うのが基本なんで、測定器は。なんで600、1000アンペアからで、ちょっと黒層を測ってみようと思います。黒に挟むと今 3.9 アンペア、 3.9 ですね。3.9 やったんで、もうちょっと細かい数字見たいなと思ったら、1個レンジを下げて60アンペアのレンジにして、これで 4.3 アンペアぐらいになったんですね。ですね。なんでさっき 3.9 で今回 4.3 なんで、ちょっとこんだけね差が出る部分があるんで、より正確に測ろうと思ったら測りたい数字に近しいところのレンジを使ってあげるのが測定器の基本なんで、で今 4.3 なんですけど、これを、僕普段使っているこの強立
はいはいはい。のやつで測ったらどうなるかっていうんですけど、こいつが 20mA と 200mA と 200A なんで、ほうほう。200しかちょっと対応しないんで、 200A レンジで同じように測ると、あ、来た来た、 3.7 ですね。さっきの600アンで測った時と似たような数字になりましたね。そうですね、こっちが600でこっちが200なんで、まあ測定レンジのスケール的にはほぼほぼ一緒なんで、だから似たような数字でということで、こういう感じで OK ですね。要するに今この赤白黒の黒層が何アンペア使ってるってことをやったってことですね。そうですね、今黒やったらはい 3.9 ですね。これ白で測ると赤と黒の合計の数値になるんで、なかなかこのクランプメーターって頭が大きいんで、電線と電線の隙間に入れにくいんですけど、なるべく電線を傷つけないように。 4.2 アン 4.2 か、あ、5.6 ですね。はいはいクワガタの先端がちゃんと締まりきってなかったんですよ。これが浮いてると測定がちゃんといかないんで、締めるようにチェックした方がいいですね。これは赤と黒の帰りってことですね。帰りですね、はい帰りの白層に今 5.6 アンペア流れてる状態ですね。でちょっと分かりやすく負荷かけてみますか。はい、 1200ワットのヒートガンをオンにしてみます。何アンペア上がるか。今が 5.8 ですね。今つけました。お、17.9 なんでやっぱり12アンペアぐらい上がりましたね。で切りますね。はい、オン。分かりやすいね。そうですね。はまあ照明とかね、あと機械もつながってる回路がブレーカーが名称なくなった時に、どのブレーカーかみたいなことを調べる時に、こういう感じで負荷かけたり切ったりとかで、電流値の変化で回路をブレーカーを測定し、探したりとかもしますけどね、そういう使い方もできるんで、はい。1個持ってると結構いろんな使い方できます。ということでクランプメーターの使い方を教えてもらったんですけど、クランプメーターを使ったことない人とかもいると思うんですね。はい、あやんは何に使ってます？僕クランプメーターよく使うのが、住宅とか店舗とかやって最後全部照明器具つけて終わった後に、器具の台数が最初はっきりしてるんで、一応計算はしてるんですけど、実際その計算値通りまでで使用電流が収まってるかどうか。例えば1つのブレーカーが20アンペアとかなんで、それが20アンペアに近すぎると電線熱持ったりとかするんで、まあ14アンペアぐらいに止めておきたいなと思った時に、実際全部つけた時14アンペアなんかなっていうのを調べたりとかする時使ったりしますけどね。わかりました。はい、ありがとうございます。ってことでアスローのクランプメーター C60D ってやつでした。これが C60C とか B とかいろいろあるみたいで、見た目もオレンジでかっこいいかなと思います。あ、言うん忘れた。ここにねライトついてるんで、これおー、なので暗い版の中とかねあると思うんですけど、これでこう見やすいかなと思います。先端照らしてくれるのいいですね。ねえ、あとはいろんな機能があるみたいです。概要欄にリンク貼っとくんで、もっと詳しく見たい方はメーカーのホームページ見てください。ってことで今回はこちらの製品終わりです。良かったかなと思います。次はデジタルマルチメーターっていうのの紹介に行きたいと思います。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。前回はね、計測器シリーズで絶縁抵抗計、その次にクランプメーターときて、今回デジタルマルチメーターと言いまして、僕は正直なかなか使うことがないんですけど、あやんは使いますか？前の会社の時に使ってましたけどね。はい、使う人は使うということで、今回もまたアスロー社のデジタルマルチメーターということで、
どのようなことができるのか見てみましょうか。はい。じゃあ箱開けますね。はいこっちか。はい、本体と、テストコードですね。トランジスターとかが測定できるらしくて、へーそれ用のアダプター、はいはいはい。クランプメーターのとこにもあったんですけど、温度測るサーモの測定コードですね。それとこいつで測定したデータをパソコンに吸い出せるみたいで、ここに USB がついてるんですけど、はいはいはい。それ用の USB ケーブル、へ多分それ用だと思うんですけど CD ロムですね。とトリセツっていう感じの中身になってます。管理者の人とかね、そうですね。データ吸い出していいかもしれないですね。うん、提出とかありますもんね、現場によってね。よく僕らテスターで一番使うのが電圧測定だと思うんで、電圧測定の方からいってみましょうか。ちょっといろいろ機能あるんですけどね、まず電圧からいきたいと思います。いっぱいあるんですけど、はい。一つだけ黒色のとこがあっほうて、ほうほう。こいつ固定みたいなんですよ、導線はね。はい、一目コム固定瞭然。電圧測るとき、はいここですね、V、オーム、ヘルツ、これがダイオードかでコンデンサーのマークなんですけど、この辺り測定するときはこの場所なんで、ほうほうほう。ここにつなぎます。これで今電圧測るためのテストコードのつなぎが完了したので、電圧ここですね、 V 直線と波線があるんで、直流交流どっちも測れるんで、まずこれ、はい、電源入れると今 DC になってるんで、これ直流なのでセレクトボタンを押して AC 交流に切り替えます、はい、でこれだとは普通にコンセントとか測るだけなんで、とりあえず延長コード持ってきました。でこれをつなぐと、お、101.3ボルト。そうですね、101.3 出ましたんで、これで電圧測定ができるっていう感じです。ほうほうほであといろいろついてるんですけど、これが抵抗測定ですね。抵抗ですね。今オープンなんでオーバーレンジ抵抗が無限の状態ですよね。はい、これ当てると当然ゼロなので、はいはい。ほぼほぼゼロになりますよと。でこれは抵抗測定するだけなんで音出ないです。もう一個ここにブザーマークあるんですけど、はい、これに切り替えると、これ今切り替えて一発目ダイオードなんで、セレクトをして、ここは切り替わるんですね。そうですね。でこのベルマークになったら、ほう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 。これで同通チェックができる状態ですよね。僕らよく使うのはだいたいこの辺りかなと思います。そうですね。であといろいろちょっと機能あるんですけど、はい、コンデンサーの容量測ったりとか、割とね電流測定できるところが多いんですよ。電流いいですね。アンペアもミリアンペアもマイクロアンペアかなまで測れるんで、多分この辺りになってくると、その電子工作とか機械工作の人ら向けの部分になってくると思うんで、そういう人らでも使えるような機械ですよね、これがね。10アンまでは測れるってことですかね、これ。そうですね、ここに10アンって書いてあるんで、10アンペアまでの測定はできるものになりますね。多分それ以上は中のヒューズが飛ぶんじゃないかなと思います。交流で測るってなったら、ちょっとこいつではどこまで測れるかなって、多分ケーブルオープンにしないと測れないと思うんで、やっぱそうなってくるとクランプメーターかなっていう感じだと思いますけど、はい。それとその測定関係以外でいくと、このボタン見てもらったら分かると思うんですけど、そうですね、これ長押しするとバックライト、つきますんで、ちょっと暗いところでも使えるっていう感じですね。電圧の方に戻して、このボタンヘルツボタン、反応しそうか、交流の方にしてから周波数マークを押すと、来たちょっと固まってたかな。関西 60Hz。そうですね。なのでこれで一周波数も測れるという感じですね。クランペーターの時にもありましたけど、温度測れるやつ、これもちょっと一回やってみたいと思います。温度測るのは、黒は同じ黒で、これですね、添付なんで、この隣同士ですね、度 C のところにして33度っていう感じで温度測れるんで、多分さっきのと同じようにヒートガンしてみたいと思います。じゃあ行きます。おお、上がってきた。すごいな、これ。クランプメーターの時と同様300までいけましたね。いけますね。という感じで、いろいろ結構マルチメーターっていうだけあって測定できるんで、電気屋以外でも機械屋さんとか電子工作やってる人とか、そういう人とか幅広く使えるものじゃないかなと思います。あとね、僕がいいなと思ったのがね、ここ。その後ろですよね。こうやって
やれると。スタンドついてて起こせるんで、はい卓上でなんか電子工作とかしてる時とか寝かしてると見にくいんでそれ起こしてできますよね、それと僕が本体がちょっといいなと思ったのが、これ後ろにここにおお、こ収納測定器こう、仮にこうつけといたりとか、はいはいはいあとこういう感じでつつけれるんで、例えばから測定するときに両方こうやって持てないときとか、はいはいはい片側に本体持って本体側当てておいてでもう一個でこうやってっていうそれですね。使い方ができるんで、両手がだけで作業できるようにはなるんで、これもいいかなと思いましたそれいいです。そのだるまもビスとかに引っ掛けれるってことですね。そうですね、ここで壁とかにこうはい引っ掛けれるようになってるんで、はい収納する時でもなんかどっかに引っ掛けてそうですね置いとけたりちゃんと置いてできるんで、そういう意味でもいいかなと思いますけど、ってことで、アスロー社のデジタルマルチメーターでした。こちらのお値段は11,800円となってます。あややんから詳しく紹介があったんですけど、これスタンドとかあったり、いろいろと使えると思うんで、様々なことをする人とか、1個買ってみてもいいのかなと思いました。ってことで、今回アスローシリーズ終わります。計測器、今回3つやりましたんで、いろいろ見てみてください。ありがとうございました。とりあえず面白くしたいです。人気を。